の滝一周三波石橋ダイジェスト。群馬県内で何か所か出かけた先を動画にまとめました。沼田市の吹割の滝。吹割の滝近くの滝の駅吹割。藤岡市の三波石橋。同じく藤岡市の道の駅ララン藤岡。みどり市にある1787年から続く醤油醸造岡直三郎商店。醤油ソフトクリームを食べました。以上を順に紹介します。概要欄のチャプターリストもご活用ください。吹割の滝。吹割の滝は群馬県沼田市にあります。自動車の場合は関越自動車道沼田 IC から国道120号線を尾瀬方面へ直進約25分、約 16km。電車の場合はJR 沼田駅から蒲田行きバス45分、吹割の滝下車徒歩約3分、220m です。今回は車で向かいました。吹割の滝付近に無料の駐車場もありますが、満車のことが多いです。近隣の売店の駐車場もおすすめです。帰りに何か買って帰れば問題はありません。私たちは滝の駅吹割に駐車しました。お店はマップの星印のあたりです。滝はこのマップの中央あたり。滝を見ながら遊歩道を歩いて一周します。滝の駅吹割を出発です。一周約1時間。足場の悪いところもあるので運動靴推奨です。少し先の信号を渡り沢に向かいます。しばらく進むと昭和時代からある土産物屋が続きます。まちこ茶屋。中でおそば、焼きまんじゅう、ソフトクリームなどを食べられます。川魚の塩焼き、漬物、野菜も売られています。右に見える建物がトイレです。山クラゲで、こういうの外人さんが喜んで買いそうだよね。子供の時自分だったボアンスが。でもいいね、30円でも。キュウリ100円だ。歩道の発線やロープの外には絶対に出ないでください。Your attention, please. It is very slippery and dangerous close to the Fukiware Falls. Please do not cross the white line or the rope along the walkway. 亲爱的各位游客，吹歌瀑布的水边很容易滑倒，非常危险，因此
请您一定不要踏出人行道的白线或缆绳外。It is very slippery and dangerous close to the Fujiwara Falls. Please do not cross the white line or the road along the walkway. 亲爱的各位游客，虽说あ、もうすぐ私。是地方道違います。危险，因此请您一定不要踏出人行道的白线或缆绳外。 Fujiwara Falls. 階段を降り Please ると do not cross 一 the つ目 white の line 滝 or the road マ along ス the トビの walkway. 滝です。亲愛的川を登ってきたマス谢谢您的が合作。滝を乗り越えようと飛び跳ねている様子からこの名前がつきました。観光客の皆さん、吹割の滝の水際が大変危険です。マストビの滝にはロープがあって近づけませんでした。観光サイトにあった正面から見える滝です。道はとても狭く杉もないので場所によっては川に落ちないか注意が必要です。Google マップによるとこれが獅子岩です。そしてこの辺りが般若岩です。誰かの吹き飛ばされたと思われるマスクが落ちていました。この滝周辺は氷結業界がと呼ばれる岩でできています。900万年前火山の噴火により生まれ冷えて固まりその後川の浸食によってこの滝ができました。大規模な爆発と大量の火砕流によってできています。見た目も灰色で表面も灰が降り積もったような感じですが硬い岩石です。皆さんも興味があったらぜひ触れてみてください。立ち入り禁止エリアがあって滝が遠いです。先に進むともう少しよく見えます。観光サイトのこの写真はここで撮ったのだと思います。自分でも下の写真のように撮れました。夏なので水量が少ないみたいですね。ちょうど日陰になっているので皆さんここで撮影していました。昔はもっと滝の近くまで行けたそうです。このロープを越えればもっとダイナミックな滝が見られるのにダメだからね。通路は狭く落ちそうなので我
画面は見ずに撮影しています。戻ってくる人とのすれ違いもあるので、前を見て歩きましょう。通路の左側に落ちたら川、右に落ちたら草むらです。ここで草むらに降りて滝を撮影しました。洞穴もたくさんありました。箱根湯熱山のロデオンマウンテンをちょっと思い出しました。全然違うよ。群馬にあるカリビアンビーチのロデオンマウンテンを吹割の滝スライダーにするとかどうかしら。そしてこの滝登りの途中にある岩はシシ岩と名付けるの。心の中で名付けるのは自由だよ。この辺りは平たい岩盤で千畳敷と呼ばれます。滝の割れ、浸食が千畳敷に少しずつ広がっているそうです。ところどころ茶色い岩盤があり、何かと思って調べましたがわかりませんでした。この色はどうでしょうか。それとも鉄でしょうか。この辺りは水深も浅く平坦なので川遊びができそうですが、ダメでしょうね。ダメだよ。次は浮島に向かいます。浮島橋を渡ります。面白い面白い。浮島に到着です。ここに浮島観音堂があるのでお参りします。お守りやおみくじも売られています。観音堂でお参りをして滝の入り口に戻る人も多いです。私たちは戻らず、こちらの吹割橋を渡って遊歩道を進みます。その前にお参り。お線香も、この黒くて四角いお線香は1本100円です。燃えると文字が浮き出ます。文字は2種類ありました。先祖代々供養と南無観世音菩薩です。では吹割橋を渡り遊歩道一周を続けます。凹穴もあるけれどナスカの地上絵のような線状の模様ができています。
吹割橋を渡ると広場があり、トイレもあります。そこから先は道路に出るまで山の小道です。広場には右に東や左に案内板があります。奥に最後のトイレがあります。道路に出るまでトイレはありません。この先の観瀑台にも小さいベンチがある場所もありますが、しっかり休憩が取れるのはここが最後です。途中何か所かに熊よけの鐘があります。鳴らしましょう。昔は茶屋があったのかしら。血の小道が約500メートル続きます。地元の方の詩が石に刻まれ、かなりの数が並んでいます。真夏のお昼頃ですが、木陰なので涼しいです。また熊鈴があったので鳴らします。第一観瀑台まであと200メートル。ところどころ落石注意の場所がありました。でもネットが設置してあるので問題ないと思います。こちらが第一観瀑台です。遠くに吹割の滝が見えます。円形の宝穴もここからならよく見えます。次に見えてくるこれが屏風岩でしょうか。火砕流が固まってできた岩石です。小銭がたくさん挟まれています。屏風岩の下の方に何かあります。立て札とお椀と小銭、それと枯葉が積もっています。立て札の文字は読めませんでした。ただ吹割の滝にはかつて友人にお椀を借りていたという伝説があります。その名残かもしれません。小銭挟みに挑戦しましたが難しいです。他の人の小銭を落としてしまいましたがちゃんと戻しました。岩盤はかなり硬いです。なんとか小銭を岩盤に挟むことができました。いや、置いただけでしょう。屏風岩を過ぎると第二観瀑台があるはずなのですが見つかりませんでした。木が生い茂っていて遊歩道からは滝は見にくいです。そして第二観瀑台が見つからないまま第三観瀑台に到着しました。第三観瀑台を過ぎるとあとは下り坂です。
ここの手すりは寄りかかってはいけないと書いてあります。長い階段が続きます。土の階段が終わったと思ったら、また長い鉄の階段が現れます。どこまで続くんだろう。滑り台にしてくれないかしら。吹割の滝ロデオンマウンテン。この傾斜だとドバイのリーク・オブ・フェイスでしょう。ピークオブ群馬を作ればいいのよ。バイバ懐かしいわね。鶴が舞うように。意味わかんない。群馬の飛躍よ。ジップラインなんかもあると楽しいかも。空を飛びながら滝を見るのよ。そんなのない方がいい。鉄の階段が終わるとまた土の階段が続きます。その後は傾斜の緩い土の道が続き、小さな滝なども見られます。車の走る吹割大橋も見えてきました。最後に階段を少し登って車道に出ます。遊歩道は夜間は通行禁止です。こちらは十二様、山の神様です。そして人間界にここが戻りました。遊歩道の終点です。一周に1時間20分かかりました。あとは吹割大橋を渡って車を止めた滝の駅吹割に戻ります。橋の上からは吹割の滝は全く見えませんでした。滝の駅吹割。滝の駅吹割は吹割の滝の入り口に比較的近い場所にあります。お店の裏側にも駐車場があります。お店で買い物をすれば駐車場に車を置いて滝を見に行けます。滝を見てから後で買い物をしてもよいです。野菜は売れてしまったのか品薄でした。ひもかわうどんもありますね。何日か前にコストコで大量購入してしまったので冷蔵庫がパンパンです。そのため野菜などは買いませんでした。カブトムシも売られていました。滝から戻ってまずはソフトクリームを食べました。レジの横に椅子があり座って食べられます。隣の飲食コーナーではトウモロコシとかき氷が売られていました。室内と屋外に2つずつテーブルがあります。トウモロコシは生で食べられる甘さです。これはレンジで温められたものだと思いますが、とても甘くておいしかったです。群馬県産のトマトを使ったデルモンテトマトジュースもおいしかったです。ゆっくり休憩もできました。サンパ石橋。サンパ石海は群馬県藤岡市の下久保ダムの下あたりにあります。車で行くしかない場所ですが、
駐車場までの道は狭いです。一部急勾配のヘアピンカーブもあるのでご注意ください。ヘアピンはここです。駐車場にあるマップです。48の石に名前がついています。覚えられません。この後で宿に行った時に3パ席強のパンフレットがありました。パンフレットによると降り口は1番から6番まであります。1番降り口は載ってないですが左の方にあるのでしょう。私たちは駐車場に一番近い6番とその隣の5番から神奈川に降りました。駐車場から旧県道に降ります。大丈夫？駐車場にトイレと自動販売機はありましたがお店などはありません。6番の降り口は右の方にありますがまず川を覗いています。さっきの地図にさ、左下に見えるのは漱石橋です。橋から見るのってあれだね。漱石橋を渡るには6番から降ります。河原には遊歩道がないので6番の降り口から5番の降り口まで川に沿って歩いていくことはできません。6番から河原に降りた場合5番に行くには一度この旧県道に上がって移動してからまた河原に降りることになります。では6番から神奈川に降りてみます。坂を降りると分岐があります。右は河原へ降りる道です。直進して橋を漱石渡りに行きます。猛暑日なのですでに汗だくです。橋を渡ってしばらく歩くと車道に出るようです。右に見える城壁のようなものが下久保ダムです。流れているのは神奈川。そして転がっているのが3パ石です。緑がかった石に白い石英が縞模様のように浮き上がっているのが3馬石の特徴です。緑だけでなく黒や赤い石もあります。庭石に利用されますが高度が高いので石橋にも使われます。橋の先に続く小道はクモの巣が多いので奥に行くのはやめました。橋を渡って戻り河原に行きます。橋の真ん中あたりから見える景色が良いです。ダムの反対側、ダム側、昭和43年1968年の下久保ダムが建設された年に建てられた石碑です。昭和33年1958年
三国の天然記念物として指定されたことや、三馬石は大量に採掘されてきたため、自然な形で残る景勝地はここしか残っていないことが書かれています。国指定の天然記念物ですから、石も草木も持ち帰りは禁止です。宿でパンフレットを入手してから石の名前を確認しようとしても分かりませんでした。角度によって見え方が変わるため、後からでは識別できませんでした。先に宿や道の駅や観光センターなどでパンフレットを入手しておくと良いです。水は冷たく澄んでいてきれいでした。では次は5番降り口に行ってみます。またここを登るのね。龍剣道に戻り、川下の5番降り口に向かいます。5番から降りると左右の分岐点があります。右側の川上側は遊歩道が古く進めそうにありませんでした。左側の川下に向かいます。まだ川までの道の半分くらいのところです。この先で階段が終わり、そこからは獣道のようになります。ズボン推奨です。私は先のすぼんだバルーンスカートだったので、かなり歩きにくかったです。サクサク歩ける場所もありますが、撮影しながらは降りられない場所もありました。河原に到着です。6番よりも一つ一つの岩が大きく、全体的にワイルドです。ここからもダムが見えました。とても暑かったので6番と5番だけを見て駐車場に戻りました。この眼下の河原には行けませんでした。帰りに
下久保ダムを下から眺めに行きました。河原探検に予想以上に時間がかかったので疲れ果てていました。カルタの絵柄のモデルになったダムです。川の水も少なかったですし、放流はなさそうです。ダムの水は東京都と埼玉県の水道水として利用されるほか、水力発電にも利用されています。ララン藤岡。ララン藤岡は関越道の藤岡 IC からすぐのところにあります。欧風食堂版でミュールにビーフシチューを食べに来ました。藤岡市の名産三波石のミニ庭園です。小さな小川が流れています。飲食店も複数入っています。中央には噴水広場があり、水着で遊ぶお子様もいました。奥にはミニ観覧車もあります。目的のお店はアグリプラザの A2 にあります。アグリプラザはどこだろう。最初に入ったのは花の交流館でした。ランの売店と喫茶店、お土産屋さんがありました。尺八の生演奏イベントがありました。ぐるっと一周回ってアグリプラザに到着です。こちらが欧風食堂版でミュールです。平日なので空いていました。上州和牛ビーフシチューを食べます。席へは店員さんが案内してくれます。初めて来た場所なので土日の混雑具合は分かりませんが、店内は広いです。メニューはこちらです。ローストビーフ丼は売り切れでした。こちらがビーフシチュー。群馬で育った長州牛です。パンかライスが選べました。柔らかくておいしいお肉。夏は暑くて冬は北風も激しく寒い群馬。そんな大自然の中で育った牛さん、ありがとう。サラダもついているセットでした。野菜もきっと新鮮な群馬産なのでしょう。パンは2種類ついていました。こちらはローストポーク丼。ちょっと地味に見えますが、中に野菜が入っています。ごちそうさまでした。岡直三郎商店大間々町工場。お店は
渡良瀬渓谷鉄道の大間々駅の近くにあります。1787年から続くお醤油のお店です。こちらの蔵と隣の店舗、明治時代のこの建物は国の登録有形文化財です。大豆を煮ていた釜でしょうか。店内にはさまざまな醤油が置いてあります。これらは試食できます。今回は醤油酢粉お買いに来ました。これです。醤油、バルサミコ酢、ハラペーニョのスパイスです。あと、せっかく店舗に来たなら食べるのは醤油ソフトクリームです。10年前くらいに来た時は裏にある醤油の樽などを見学できました。今も見学ができるかどうかは未確認です。テーブルの上に蔵見学の感想を書くノートがあったので、今も見学はできると思います。醤油ソフトクリームは甘露飴に似た味で美味しいのでおすすめです。ごちそうさまでした。神髄館。最後は群馬旅行で宿泊した藤岡市八潮温泉の神水館の映像でお別れです。神水館については別の動画がありますので、よろしければそちらをご覧ください。八潮温泉は太古の海水が湧き出た海水の温泉です。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。